あなたは主婦じゃない。ただおっさんだ。ヘーゼルが寝静まり、妻が帰宅する頃、おいらの主婦修行が始まる。妻に料理のできない主婦は主婦じゃないと言われたのがきっかけだ。第9回の献立は三色丼と茶碗蒸し。派手さはないけれど、おいらにとっては特別な組み合わせだ。意識したのは地元長崎の予想の三色丼。子供の頃、母がよく出前を取ってくれた。甘めのそぼろ、細く切られた錦糸卵、そして桜でんぷん。あの淡いピンク色が子供のおいらは大好きだった。味より先に目で嬉しいと感じる一品だった気がする。茶碗蒸しの蓋を開けた瞬間の湯気。あの頃はまだ少し苦手だった銀杏。それでもあの大きな茶碗蒸しが好きだった。42歳無職。今は自分が台所に立ってあの頃の記憶を手繰り寄せるように一品ずつ丁寧に作っていく。これは料理というより思い出の再現作業なのかもしれない。負け続けの人生でもいつか同じようにヘーゼルがうちの三色丼好きだった、そう思い出してくれる日が来たら、その時は家族みんなで長崎の予想に食べに連れて行きたいと思う。桜でんぷんが手に入らなかったので、今夜はほうれん草を入れる。ほうれん草をお湯に通すためにお湯を沸かす。まずは茶碗蒸しに入れるかまぼこをカットする。続いて椎茸をカットする。お湯が沸いた。塩を入れる。サラダ用のほうれん草を使う無礼をお許しください。ほうれん草を少し長くお湯に通しすぎた。急いでほうれん草をざるにあげる。ほうれん草の水気をしっかり絞る。1センチ間隔で食べやすい大きさに切る。醤油とみりんで味付けする。
三色丼に入れるいり卵を作る。卵を2つ、砂糖、みりん、泡立たせないように慎重に混ぜる。さすがに穴子は手に入らなかったので鶏そぼろを作る。醤油、砂糖、みりん、料理酒を入れてしっかり混ぜる。茶碗蒸しの卵液を作る。卵を2つ、だしを入れる。醤油、みりん、塩を1つまみ。できるだけ泡立たせないように混ぜる。卵液をざるでこす。茶碗蒸しの具材を入れる。エビ、しいたけ、かまぼこ、卵液を流し込む。銀杏と三つ葉は今回手に入れることができなかった。今夜は錦糸卵の代わりにいり卵を作る。茶碗蒸しを蒸し器の中に入れる。弱火で15分間ゆっくり蒸す。次は鶏そぼろを作る。
できた。ご飯が炊けた。丼にご飯をよそう。ご飯の半分を覆うように鶏そぼろをのせる。さらに残りのご飯の半分のところにほうれん草をのせる。最後に残りのご飯の上に入り卵をのせたら三色丼の完成だ。将来ヘーゼルが食べるであろう三色丼は必ず桜でんぷんを用意する。仕事から帰ってきて疲れた妻にギネスビールを注ぐ。これ頼んでいい？すごいな。なんか後でちょうどいいくらいの出てくる。あら？どんどん上に来るんだよ。味の方はそれできないけど。42歳になって初めて作った三色丼と茶碗蒸し。母さんは見てくれているだろうか。就職もできず公務員にもなれなかったおいらだけど、またいつか一緒に予想の茶碗蒸しを食べたいな。美味しいわ。いや、俺苦手だけど。どうやって食べる？どうやって食べる？ただ一個一個食べるの？いただきます。でもこんなに別々で食べるの？うん、美味しい。美味しい。美味しい美味しい。いろいろご飯としていいな。懐かしの長崎予想の味。食べにくさがある。ご飯いいな。おお、茶碗蒸しだ。まだあったかい。銀杏がないのは寂しいけど。簡単じゃん、茶碗蒸し。美味しいだろう。美味しいわ。懐かしの味だ。日本文化だこれ。本物はなんかうなぎとかなんかいろんなの混ざってる感じだったような気がするけど、そぼろが違うんだ、種類が。あ、次偽物やってるね。それもセービングでいいね。ねえ、なんか高級な釣りを一発買った方が偽物
エビ出た。江戸前はでかいな。まだまだ道のりは長いが、少しずつ主婦に近づいている。もし次のエピソードもおいらの主婦修行を続けていいなら、コメント、いいね、お願いします。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。